ご無沙汰してます。哲司です。テレビをそろそろ買い替えようかなと思われた瞬間、もやもやしてくる4項目はこのような感じでしょうか。Amazon でちょっとだけ見たけど5万円ぐらいの大型テレビってありかどうか。有機 EL 液晶、ミニ LED 何が違って従ってどういう選び方をすべきなのか。そもそも最新の機能は何で、それぞれ型落ちでは機能差どうなってんの？主要メーカーの各型番の型落ち品の価格差ってどうなってるのか。このあたりが分かってくると気軽に量販店に行くのはいいが、いろいろ素敵な口車に乗って便乗して割高なモデルを買ってしまう。この動画さえ見れば自分の本当に必要な要素を明確にして、それに準じた買うべきモデルをお得な価格で選別できるので安心して。こんな感じやね。液晶テレビの3位は2モデルあるんやけども、まず1つはレグザの 55M550M ということになります。ということで、型落ち含めた引き算の家電選びということで解説をしていきたいと思います。まずテレビ選びの結論やねんけど、最新技術はなんと寿命が半分、肩の力を抜いて選べということやね。それがどういうことなのかということも含めて解説をしていきたいと思います。2024年から25年前半、鉄板大型テレビということで、手が届きやすくなった8畳ぐらいのお部屋にマッチする55型と、できたらもう一つ上の65型やね。やっぱりインパクトが違うから。ということで、まずは型落ちとはということやねんけど、1、2年前の発売モデルと今年のモデルの機能差は実感できないレベルであるということやね。つまりその差は極小ということになります。これが実際の例やねんけど、例えばレグザの有機 EL で見ていくと、24年モデルと22年モデル型落ちで何が違うかということやねんけど、よくあるのがこの映像調整エンジンが更新されました。音声の再現性が調整されました、アップされましたよということやね。それを中心に、例えばリモコンが一部変更になったよとか、画面の表面を少し改善したりとか、そういうことがよくあるパターンということやね。それ以外にその他更新があるということやねんけど、実際このあたり見比べてもわからないレベルやね。で、その上で価格差は2万円程度ということになります。で、次に引き算とはということやねんけど、これ例えば足し算で見るとわかりやすいよね。最新モデルでなくて大丈夫？液晶有機 EL にしとかなくて大丈夫なの？いやいや、中華系ですか？いや、ソニーとか国産でなくていいの？あるいはスポーツ何々モードついてなくていいの？〇〇サラウンドエンジンついてなくていいの？できるだけ高いモデル買うように仕組まれてるんです。そのためには不安をあるのが一番なんです。ということでしっかり引き算をしていこう。つまり自分にとって何が重要なのかをちゃんと調べて理解した上でテレビを選んでいこうということやね。ということで、型落ち含めた引き算の家電選びとは、その機能差が分かりづらそうなものは削除する。それからしっかり調べて必要な要素を明確にした上で、それが搭載されているモデルを型落ち含めて安く買うということやね。ということで、まずこの差が分かりづらいというのはテレビでは何かということやねんけど、映像調整エンジン、それから音声調整エンジン、それからパネルの種類やね。これは意外やと思うんだけど、有機 EL、量子ドットもしくはミニ LED、もしくは液晶ということやねんけど、まず各メーカーが言ってる映像や音声の最適化に関するエンジンについては、もう空気や水の味レベルになってて、その差はかなり分かりづらいです。できるなら分かるぐらい自分の目をもう一度改善してほしいと思うぐらいやね。ということではあるんやけど、ここにある有機 EL とか液晶とかこの種類についてやねんけど、大型テレビの差、大半がここに絞られてるんじゃないかなと思われていると思うんやけど、つまり有機 EL が高い分、それは随分美しい。液晶テレビ、これはもう見てられない。いえいえ、美しさで言うと全部浜辺美波レベルに達してしまってるんです。最大20万円近くも差がついてしまう液晶と有機 EL の差なんやけど、実際の映像をご覧ください。どうぞ。これは実際に売り場で並べられている液晶と有機 EL、それからミニ LED や量子ドットと言われているもののテレビです。どうでしょうか。ということで少し暗いかな、少し鮮やかがいいかなと思われたら、購入後で明るさや鮮やかさ、カラーバランスは調整できるので、ご自身で調整ください。俺は自分で買う際は現物見て、このレベルだったら自分で調整したら全然大丈夫やなと判断しました。ちなみに一応3種類の差は何かということを押さえておくと、まず液晶というのはこのバックライトの光で色を表現します。それからミニ LED も一緒やねんけど、より細かくなるということだよね。で、それから有機 EL についてはバックライトではなく自分で発光するということやね。
自分で光るから逆に消すこともできて黒が綺麗、さらに鮮やかですというのが有機 EL の、あるいはよりお金を出させようとするための言い分ということやね。でも厄介なことに、もう一つこのプレミアム機能には難点があって、なんと寿命が液晶パネルの半分なんですということ。もうテレビはさらに高機能にして製品の値段を高くしていく道が徐々に失われつつあるんです。つまり最新機能は色はちょっと鮮やかかもしれないが寿命が半分という難点を抱えているが値段を高くしようとしているっていうことやね。ということで、有機 EL で言うと3万時間、それから液晶テレビで言うと6万時間というふうに言われてて、これを実際に1日10時間見るとどれぐらいの年数ですかって計算したのがこちらやね。有機 EL でだいたい8年ぐらい、液晶で16年やね。まあ8年持ったら十分っちゃ十分やねんけどね。ということで次にしっかり調べて必要要素を明確にした上で、ということでは何かということやねんけど、購入後の評価、初期不良、国内サポート、このあたりがどうなってるかやね。買ってからやっぱりあまり使えませんということは避けたいので、これについてはチェックが必要ということで、このレビュー関連をよく見た上で、どのメーカーから選択するかを決めるということをやります。次にインチ数とパネルやね。テレビの場合は必要な要素ってこの初期不良とか壊れた時アフターサポートが大丈夫そうかっていうのは結構重要で、それ以外で言うと自分の求めてるインチ数は何か、パネルの種類は一応差はあまりないとはいえどれにするかを決めるということやね。その上で型落ち含めたお得なモデルを選択するということになります。ということで、購入後の評価、初期不良、国内サポートがどうなっているかっていうところから見ていったときに、まず不良時の対応が可能かどうか、国内サービス拠点があるかどうか。で、あとは俺が自腹で利用経験があるかどうか、このメーカー大丈夫やねっていうところも含んで、それからレビューに大きな問題がないかどうかやね。これは星2とか1あたりいろいろ見たときに結構きつい内容が入っているものは弾くということやね。としたときに、今回鉄板テレビを選ぶ候補となるメーカーは、ソニー、パナソニック、シャープ、LG、レグザということになって、TCL とハイセンス、この中華系は今回除外ということになりました。ちなみにソニーは有機 EL のパネルを製造しています。シャープは液晶パネル自体を生産しています。それから LG についた有機 EL パネルを作っており、世界でもトップシェアですということやね。レグザ元東芝ではあるんやけども、今はどちらかというとアッセンブルメーカーやけど値段は割と安くなっているってことやね。元日本のメーカーなんでアフターサービスについてはある程度対応可能でしょうということです。ということで、4年ほど前に自腹で買ったのがこの LG の65型ということになって、実際にどんな使用感をご覧いただけたらと思います。どうぞ。ということで、いろいろボタンを押していきたいと思うんやけど、まずテレビのチャンネル周りはこんな感じで、押したら普通に変わりますよっていうことと、そうするとこのような形で Amazon も見れるし Netflix も見れるということでね。で、何より実はこの LG 買った理由っていうのは当然パネルも作ってるし、大体メーカーに供給してるっていうのもあったから、LG は当時はその液晶パネルも供給してたし、パネルメーカーでほとんどのメーカーが国産メーカーも LG の使っているのだから、これは間違いないということと、それからこのリモコンが割と良かったよね。こんな風にポインターみたいにして動かせるから、これ面白そうな試してみたいなということで選びました。ということで4年使ってるけど、何ら問題なく美しい映像を未だに提供していただける。当然寿命は16年あるからまだ大丈夫ってことやね。ということで、型落ち含めた引き算の家電選び、ようやく3番ということやねんけど、それらの条件にかなったモデルを型落ちを含めて安く買うということで、今回このソニー、パナソニック、LG、レグザ、シャープで順番に現行品と型落ち品、どんな価格帯になっているかを見ていきたいと思います。まずソニー、有機 EL テレビもあるけれども、この XJR55A95L ってやつやね。これが今48万9000円ということで結構高くなってはいるんやけど、これが現行モデルと25万円差ということで、ただしこの XRJ の 55A80K と 95L っていうのが全く同じグレードではなさそうなんよね。でも割と有機 EL テレビで言うと価格帯で買えるとしたらなんとか20万円ぐらいで言うとこのグレード感が普通になってくるので、もうちょっと高いグレード感のやつというともっと値段が上がってしまったということやね。で、液晶テレビで言うと大体15万円ぐらいになるということ。これは現行モデルと比べてもあんまり変わりがないよね。で、次にパナソニック。パナソニックの方は有機 EL テレビで26万7000円。それから液晶テレビで14万3000円ということで、これは型落ちモデルだったらどうなるかってことやねんけど、このような感じやね。
ということで有機 EL で言うと6万円の差があるということだよね。ただ型番が複雑に変わってるから、これもドンピシャのグレードかどうかちょっと確かなところがあるが、有機 EL でも20万円、ソニーよりは少し安く買えるということだよね。で、Amazon のレビュー評価でも 4.3、42集まってるっていうことで、評価はそんなに悪くないね。なので液晶テレビで言うと実は現行品の方が安いので、こちらの方が良いということで、鉄板の候補で言うとこの四角く囲った2モデルということになります。次にレグザやね。レグザは有機 EL テレビと18万7000円ということで、先ほど20万円強、もしくはさらに高かったっていうところに比べると、値段はリーズナブルになっているということやね。で、ミニ LED については19万3000円。それから液晶になると8万4000円まで値段が下がってる。で、これ型落ちモデルで見てみると、このような形になって、雨降ったら結局おかん。大体、現行品と型落ちモデルと2、3万円の差になっているということでね。ただし2、3万円差も大きいよね。大体、モニター前に置くサウンドバーなんかも十分買えるし、2、3万円でもこれ非常に重要やと思う。次に LG やね。LG のはまず有機 EL だけで見ていくと、一番ハイモデル33万3000円で、それ以外は23万6000円やねんけど、これは型落ちになると、14万8000、10万円ということで、先ほどのレグザでも16万7000円やったやつが、これで言うと14万8000、10万円まで値段が下がるということで、しかも評価も 4.6 ということで、高評価を取っているということになります。ということで、型落ちと現行品の差は9万円。OLED55B に PJA で言うと11万円の差。この LG のモデルは割と狙い目やね。ということで、LG の液晶はどうなってるかということやねんけど、型落ちとの差は、現行品が16万円のに対して、こちらで言うと10万円。55UR8000PJB のこちらのグレードで言うと67,800円も下がってるので、もう私は液晶でいいです。一般的に見て綺麗なんだ、それで十分ですっていうんだったら、これは結構狙い目やね。ちなみにやねんけど、もうこの10万円まで下がってくると65型だったらいくらになるかってことやねんけど、有機 EL でも16万9000円ということで、先ほどの国産メーカーよりも安い値段で65型も購入することができるって、これポイントやね。評価も 4.4 ということで高くなってる。液晶も一緒やね。15万4000円で65型が買えるということで。で、最後にシャープやね。シャープの液晶、これ24年の現行モデルがネット上、特に Amazon にはなかったんで、ここは一旦スキップしておいて、型落ちモデルを見ていくとどうなるかってことやねんけど、有機 EL で26万6000円。それから液晶テレビで12万7000円ということやね。で、さらに65型で見ても13万円ということで、これは LG 同様狙い目ということになっています。ということで、有機 EL それから液晶テレビについて、どれがいいかということでトップ3で見ていきたいと思います。で、まず有機 EL テレビやねんけど、3位、これは鉄板ではないが、もし国産メーカー、ソニー、パナソニックがいいというんであれば、この辺りから選んでいただけたらと思います。次に有機 EL テレビの2位や。2位についてはこの LG の OLED55C2PJA ということになります。有機 EL なのに14万8800円はお得やね。で、しかも評価も 4.6、レビュー数も402あるということになります。それから1位は有機 EL テレビなのになんと10万円で購入することができる 4.6、それから55のレビュー数ということになります。ただし先ほど言ったように有機 EL は寿命がやや短いということもあるが、より映像が鮮やかだね、黒も美しいねと共感できる方はこちらを選んでいただけたらと思います。で、次に液晶テレビを見ていきたいと思います。液晶テレビの3位は2モデルあるんやけども、まず1つはレグザの 55M550M ということになります。こちら液晶テレビ55型で8万4000円で10万円切ってるね。で、それから LG の方で言うと先ほどあった7万円を切っているということやね。なので、55型でも液晶でよくって一定レベルの機能があれば大丈夫っていう方は、この10万円以内の2モデルをお勧めしたいと思います。次に2位やね。2位はこれ10万ちょっと超えるけど、シャープのモデルとなります。まあ、この3位、2位は好みの問題やね。まあ、シャープが国産メーカーどうしてもいいっていう方は、このシャープを選んでいただいて。まあ、それあんまり関係ないよっていう方は、ぜひ LG の7万円を切るこの最安モデルを選んでいただいて。で、もしくは、やっぱり国産がいいかなって迷える方は、レグザと検討されたらいいかと思います。そして1位は、こちらのLG の 559NED85J9A ということになります。これは量子ドット液晶テレビということで、先ほどのもう少し光の粒が細かくなった液晶テレビはね、これがなんと10万800円ということで、製品寿命もある上に美しくて、それから
値段も10万円に収まっているということ。これが1位ということになります。今回こちらでご紹介した鉄板大型テレビについては、概要欄に型番とリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。以上となります。このチャンネルでは鉄板家電情報、生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。